はい、釣り京です。こんにちは、夜です。すいません。第3回目、ちょっと新幹線がうるさいな。はい、今日はね、こいつ、スイムジグですね。モグラスイムと2分の1。エバーグリーンのヘッドシェイカー5インチかな。こういうカラーで。はい、こいつをね、今日は軸に頑張っていきます。さあ、行きましょう。だいぶあれから3週間ぐらい経ちました。今3月下旬ですね。ちょっと桜も一部咲いてますね。一部ね、1割かな。もうちょっとしたら満開ですかね。世田川ね、これ唐橋ってとこですね。ちょっと暗くて申し訳ないです。はい、行きましょう。1投目、この角から行こうか。どこを掘るか勝負かけど、別に何回も掘れるし、スイムジグもちょっと仕事で腕痛めてね、痛いですわ。2分の1なんでゆっくり回しましょうか。夜のね、今は8時半ぐらいですね。こんなんで来たら早いんですけど。で、あとはハードルは今日はね、クランクじゃなくって春のねジャークベイト持ってきたいかなと思って、ミノを持ってきてます。バリソンミノまた後でお見せしますわ。3メートルずつに、大喜利状にまずチェックします。今日はこいつを基準にしていろんなね釣り方ができたらいいんだけど、あれからね3週間経ってちょっとだいぶ暖かくなってね、お昼も20度ぐらいあってめちゃくちゃ暑かって、仕事してる時バス浮いてるやろなーって感じで、だいぶ進行してるんじゃないですか。レンジはね、どこの層を巻いてくるかやね。3メートルぐらいやったら2分の1かなみたいな。難しい人はね、難しいと思う人はスモラバじゃないけどちょっとちっちゃいラバージグの、軽いやつやった方が分かりやすいと思いますよ。巻くだけなんで食ってきてね、こっち向かってきたらちょっと当たりが分からへん時あるんでね、そういう時はある。今日はちょっと世田川ですわ。もう世田川いるんじゃないのと思ってますね。で行きたいんですけどね、なかなかお母ちゃん介護してるんでね難しいですわ。また行けたら行きますよ。はい、応援よろしくお願いしますね。多分一番釣れるのはやっぱりミドストかなみたいな感じ。ちょっと高速道路っていうかね、まっすぐな川やからなかなかねバスの位置が分かりづらいと思うんですけど、ここはねちょっと中州みたいなのがあって、唐橋よく知ってる人は知ってはると思うんですけどね、ちょっとインターセクション的な感じなんで、魚の供給が多いんですよね。コイとかニゴイとかブルーギル、船もいるやろうし、だから絶対バスもいると思う。オールシーズン狙えるポイントかな。でちっちゃい3インチワームとかそんなも持ってきてないですね今日は。いらんかなって感じ。ちょっとボリュームがある方がかなって感じはしてますね足元でねドーンってくる時もあるからね、しっかり足元まで巻こうね。この過程をね見てもらいたい。やっぱりね、釣るまでの過程、今スイムジグ掘ってるっていうね、こういう場所でこのタイミングでね、あなたなら何掘りますかみたいなね、一発目先発ルアーとしてね、で自分で
組み立てていってね、パターンを見つけるという感じ。見えますか？はい、これね、自分で作った、芋グラブ、こういうブラックラメが緑とブルーと、こんな感じやね。でネイルリグ入れてます、ここにね、1.8、はい、こんな感じ。ちょっとこれ当てますわ。これのボトムジャークズル引き、ちょっと食わせがいるかなみたいな感じ。ほんとね、最近夜でもルアーめっちゃ選びよるしね賢なりよったバスもう賢なりよった昔ならね、15年ぐらい前やったらコンタクトポイントで呼ばれる場所にはね、立ち代わり入れ替わりバス入ってきてたんですよ。本当に一匹釣れたらまたタイミング変えたら釣れたんですけどね、もうそんな時代なくなったな。年々ないからね。今ならそういうポイントが10日に1回とか言うても1本2本しか入ってきひんとか、ほんま変わってきた。やっぱり全体的になんぼ釣れてる情報入ってたって、琵琶湖ね、バス個体数減ってますからね。はい、ちょっと猫リグに変えますわ。ロングアームじゃないけど、見えます？1000個、4インチで、グラムは 1.3 ネイルリグ、で針をねわざと大きくします。こんな感じね。はい。でカラーも白、パールホワイト、銀ラメ。はい、行きましょう。ちょっとスイムジグの場所じゃないんでね、やっていきましょうか。橋脚はちょっと猫リグやろ。去年の春やね、あれも2月3月やったかな。ここでブルフラットで釣ったんで48かな。ブルフラットノーシンカー食ってきよった。あれも寒かったね。三寒四温の寒の時やったな。寒の時のが釣れるんやけどな。ちょっとね、やっぱり流行りのワームとか使いたいんやけどね。だけどサイクロラバー釣ってるけど、そんなにでかいの釣ってないんですよね。なんでか言うたら出しどころが分からへんね、あれのね。そこまでやって、ほんでどこでも釣れること、まだちょっと琵琶湖でしか使ってないから、もっと練習しなあかんね。あと気になるのはやっぱりもじゃもじゃ系、小池シュリンプやったっけ、あの辺とかね、クジャラとか、ああいう系ちょっと気になるね、やっぱり。またいずれやりますよ、必ず。で一斉さんとか他のメーカーさんも気になるルアーいっぱいあるしね。やっぱり引き出しはいっぱいある方がええからね、バス釣りは。ちょっとね、魚気があったんで鯉だと思うんだけどね、ニゴイとかバスではないと思う。ちょっと気になるんで、スイムジグじゃなくてね、ボトムジャック反応ないんですよね。ですんで思い切ってね、ミノー行くわさ。ミノー、はい、バリソンミノー行きますわ。もうちょっとね風吹いてほしいんですけどね、こいつ使うときはないんやけど、なんかね、魚が濃いか濁いやと思うんやけど、そういうのについてへんか。浮いてる気がする、バスね。
分からんけど、データこのでっかいの使ってね、早春のジャークベイト、ポンプリトリーブとか早巻きとか、ジャークとか、ジャークもちょっと激しいジャークとかね。はい、こんな感じですね。で防音色白ね、釣れるか分からんけども、このジャークベイト強いんでね、まずちょっと早巻きからやって、泳ぎ大丈夫か。いいね。まあ浮かして釣る、まあちょっと夏の早巻きやね、普通はね。オッケー、移動や。よっしゃ、ちょっとジャークベイトを今基準にしてやっていきますわ。寒い。はい、場所移動しました。ちょっとあっちが南側端の方、ワームしようがスイムジグしようがね、反応なかったですね。でそこの中間地点、なんだな、スロープかな、スロープとかあるところ、そこはね、この、ジャーク入れました。バリソンミノーのね、反応なかった。ちょっとウイドエリアやね。あっちも、でウイドエリアあんまりなかったんで、こっち側ね結構岩盤とか岩エリアなんで、そこでやってみたいと思います。はい、バリソンミノーでメインチャンネルがあって、でその辺まあ10メートルぐらいかな、そっから岩がねゴツゴツ入っとるんで、財布はちょっとジャーク入れて、10メートルぐらいのところでチャンネルになって浅くなってきて、岩がゴロゴロとあるんで、そっからねこうやってポンプリトリーブを開始する。こんな感じ。ゆっくりね。でね、魚っ気があるんですよ。多分こういたと思うんだけど、まあニゴイかコイか、ちょっとでっかい魚っけ。ジャーク入れて、この辺で岩に差し掛かったところでポンプリトリーブ。寒いわ。んでポンプリトリーブ、ポンプリトリーブ、ポンプリトリーブ。食ったわ。バリソンミノ食いましたね。これでかいわ、重いで。うわ、めっちゃ引く。どうしよう、上がるかな。めっちゃ引くわ。こんなとこ食った。プリスポーダイナマイト、春のジャークベイト。重い。全然上がらへん。ぐんぐん引く。腕痛い。上がれ。よし、来た。食った。うまい。パスやな。
あっしゃ、でかい。外れんなよ。くったくってでかい。よっしゃ、くった。やった。いきましたわ。見てこれ。これ見て。太いやろおい。ね。春のジャークベイト効くでしょう。うわ、がっつり。怖いな。ちょっとペンチ。でっかすぎ。ジャークベイトをしてジャークしてでポンプリトリーブで食わしたって感じ。よっしゃ。でっか。太いわ。太いね。とにかく長さはないけど太い。ちょっと待ってな、かわいそう。でっか。長さはないね。太いわね。見て。はい、こんな感じですね。はい、バリソンはこうカラーね。はい、こんな感じ。ちょっと今年調子いいんですけど、54、もう55近いです。イエイ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 ね、めっちゃメスでしょ。メスやね。はい、でっか。重いよ。太い。見てこれ。こんなんやね。おいおいおい、水没したやんけ。太い。見てこれ。これ見て。太いでしょ、腹。体高がある。こんな感じで太い。見てこれ。ジェンジェンジェン。ちょっと待ってや。こうわかるでしょ。はい、ちょっと明るいところで説明、今日の解説させていただきます。感想ですね。はい、最初はね、もう全然持ってきてないですよ。見てください。全然持ってきてないですよ。バイブレーションは TN、ちょっと使う時なかったんだけど TN、でこのミノーをね、バリソンとルドラ、でかいでしょ。でもでかいと思って、この2つやね。どっちか使おう思ったんやけど、こっちから使おう思って、どっちもサスペンドですね。はい、これ 130SP、 こっちも130かな。どっちか使おう思ってね。はい、これが当たってくれました。で、キッカーイーター、ミノークランキングやね。これは効くときあるんで、これも考えてました。はい、で、あとは最初スイムジグ掘ったね。これでは反応なかったですね。で、ワームはね、自分の作ったワームでやっぱり釣りたくて、ボトムジャークしようと思ってさっきまで、ね、やってました。これ自分で作ったジャンボイモグラブでネイル 1.8 かな入れてボトムジャークやってました。これも反応なかったんですよね。はい。で黒ワームとかもね、もうそろそろザリガニもいるやろうし、これダイナゴンですわ。持ってきてました。はい、カラー別に。あとは自分で作ったまた60釣ったワームとかね持ってきた。線香も自分で作ったコピーの線香やけど、猫リグしようかなって感じですね。はい、今日はこんな感じのワームはこんな感じで、あとこれハードルはもうほんまに5種類ぐらい、こんな感じですね。はい、エリアは最初漁港の方、ちょうど唐橋の下に船だまりっていうのかな、そこからチェックして
そこからチェックしてスイムジグからやってね、でまあちょっとスイムジグでは掘れるエリアじゃないとこがあったんで、そこはボトムジャークワームでねチェックしました。あと線香のネコリグやりました。はい、それで反応なかったんで、この中間エリアにボートのスロープがあるんですよね、あの辺に、そこにもいることあるんでいました。まあ基本的にはあっち側はちょっとアフターから夏のエリアかな、どちらかというと。でこっち側ねそんなに深くないんだけど岩がゴツゴツあるんですよね。でこっち側に来て、ほなこっち側ねやっぱりね流れがあるんだけど、こっちだけ水が溜まってるんですよ。溜まってるというか止まってるエリアがあった。でこれはと思って、そしたら鯉がね跳ねとったんですよ。魚っ気があった、ここだけね。そしたら、このバリソミの、ワームもやったけどね、最初ワームやって反応なかったし、これはもっと目渡して浮かして食わしたらどうかなと思ってやりました。そしてバリソミノを、ジャークだけじゃなくてトゥイッチとか早巻きとか全部やったんですけど反応なかったし、これはちょっとゆっくり混ぜ込んだろかなと思ってね、だからチャンネルでジャークして気づかして浅いレンジに入ってきた岩のところで、ポンプリトリーブやねブーって巻いて竿で、巻いて止めて釣り、まあ冬定番やね、クランクでよくやるんですけども、それがね正解でしたね。でっかいの来ました。54センチ、ありがとうございます。またデイゲームでもねお見せできる時が来ると思います。今回は瀬田川でしたね。南湖浜松で2本、瀬田川で1本、ちょっと今年調子ええなまあいろいろ試してみてください。春のジャークベイト、これもねハマったら強いんで、もうちょっとエリア分かったんで、この同じようなエリア回れば多分釣れると思いますよ。今日はね、今日の答えはジャークベイトでしたね。ジャークベイトのポンプリトリーブ、場所はやっぱり硬いところあるところ岩とかねでしたね。こっちがウイドエリアやったんで、ちょっとウイドエリアにはいいひんかったね。多分寒なったり暑なったりするとこっち側かな。ありがとうございます。また頑張ります。